やあ、こんにちは。私はイジミンとして君に話しているんだ。危険な状況に直面すると脳は本能的に反応するようにできている。しかし、そのためには危険性を認識する必要がある。また、早い段階で彼を知る必要がある。そうでなければ、あなたの直感はあなたを救わないだろう。プラスチックというと、その手軽さ、器用さ、色、価格に目を疑われてしまう人が多いかもしれない。しかし、これらのプラスチックがあなたの生活に入り込むと、危険性を秘めた陰色な無線を悪化させる。どこにいようと、誰であろうと、君は関係者なんだ。他の誰もがそうであるように、あなたの健康もこのポト線によってきなかされている。宣言的に、プラスチックが原因で病気になった人はまだいないし、すでに亡くなった人もいない。その方がずっといい。しかし、いつまで続くのだろうか。数十年、数時期、あるいはそれ以上だ。全くわからないよ。誰にもわからないが、データがないからといって海がないわけではない。これが私が理性に訴える理由であり、ここに私の3つの論拠を示す。これ以上先に進む前に、もしこの公害と甘う手助けをしたいのなら、今すぐチャンネルを登録する。このビデオにセンスを立てる。そして、それについて議論するために、ソーシャルネットワークで私を見つけてほしい。最初の議論だ。私たちのすべての資源の増加する、不可逆的かつ制御不能な無線。OECD は、境界研究のための政府権組織である。報告書によると、2019年のプラスチック生産量は4億トンを超えたと推定される。世界経済におけるプラスチックの在庫はすでに30億トンを超えると推定されている。同時に、わずか1年間で3億5300万トンの廃棄物が発生した。その4分の1は焼却実に有毒な顔と貝を出した。回収され、選別され、場合によっては再利用のために再処理されたのは5分の1以下だった。これは無とも一般的にリサイクルと呼ばれるものですが、用語の厳密な意味では一般にダウンサイクルの問題です。そしてそれは災難だった。詳細については私の最初のビデオをご覧ください。最後に、この壁務の大部分は現在環境中に存在している。いわゆる管理された倍緑地であろうと、陸上や水生環境での分子であろうとである。プラスチックは小分解形がないため環境を汚染する。そして宣言的に彼らはそれを永遠に無線することになる。そのは、プラスチック製品は製造と同時に公害を発生させる。この無線は使用中や家庭内での生年劣化の間に長期化する。あるいは野生の中でだ。ここでわかるように、マイクロプラスチックは陸図リサイクルの部分には含まれていない。これらの工場から排除される原水には、1リットルバタメートルあたり数千万核のマイクロプラスチックが含まれていると言われている。そして、これらの粒子はおたかれ早かれ自然界に行き着くことになる。そして確かに我々の臓器にもある。最後に、倍率の突如に付託されたプラスチックからのマイクロプラスチックは、この図では見えません。しかし、思い出してほしいのは、それぞれの物体は肉眼では見えないほど小さな粒子に砕けてしまうということだ。これらの粒子は制御不能であり、不可逆的に我々の重要な資源である空気、サリ、ジムを木栓する。この母線は、粒子が大気の流れに乗って循環するため、地球規模のものでもある。また、海流によっても循環する。そして、それらは海のしぶきとともに大気中に戻される。世界中の陸上生態系も水生生態系も例外ではない。今年、より効果的な測定技術が開発されている。これらの粒子は常に改良されており、科学者たちはこれらの粒子を識別し、位置を特定することができる。マイクロプラスチックに関する記事の数は、10年間で100本倍満から4200本以上に増加した。このシナリオはナノプラスチックでも実は折り返されているようだ。仕事は単純だ。科学者がプラスチック粒子を探せばどこにでも見つかる。これらは明らかにその物体の短編である。私たちの祖父も、両親、あるいは私たち自身が
買った、苦った、あるいは今も買っている、意外外した、あるいは今も買い続けている、あるいはすでに捨ててしまった。プラスチックの生産量が増えれば増えるほど、肉眼では見えない、制御不能な未緑区の世界的ストックが増えることになる。しかし、この何十年間、年間生産量は年次増加している。また、年間の増加率自体も理念よりまだ高い。この巨線がどんどん垂直になっていくのがわかるだろう。世界の年間プラスチック生産量は加速している。だから毎年人類はますます多くのプラスチックを生産している。そしてこれらのプラスチックは人類が未沈もコントロールすることなく、ますます多くの利子を生成している。そしてあなたが気づかないうちにだ。OECD の調査の一つにそのような技術がある。もし私たちがプラスチックの使い方を根本的に変えなければ、人口増加と所得の増加という現在のトレンドは、2040年には2020年と比べて、プラスチックと廃棄物年間生産量を70% 増加させることになる。2060年までの行動シナリオに関する OECD の別の報告書は次のように述べている。プラスチックの消費量は40年間で約6000万トンから12億トンに増加すると予想されています。何もしなければこのような事態が待っている。そしてどの国にもこの未来に対する責任がある。しかし、成長率は地域によって大きく異なる。OECD 諸国ではプラスチック消費量が飛増すると予想されている。しかし、新興国ではもっと大きな増加が見込まれる。これらのプラスチックは常に貯積されていくのだから、狂気の沙汰だ。わしたちが反応しなければ、この断片画によって生成されるマイクロプラスチックの量は40年以内に2倍になります。この分断が数世紀にわたって続くことはすでに見た通りである。第2の議論だ。全身の臓器が不可逆的に無線される。自然界に存在する魅力子、つまりあなたの環境に存在する魅力子は、あなたの体内で終末を迎える可能性がある。服から消化器官から死には化粧品によって皮膚から侵入することもある。これは最近の研究で得られた数字で、人間の肺で発見されたレケシは1グラムあたり14個だという。口腸では1グラムあたり10個弱のレシが見られる。大腸では1グラムあたり以下8個の力士が見られる。そして最後に、扁桃腺からは1グラムあたり約6個のレシが見出された。これらの分析では、20に100マイクロメートルのリジサイズにのみ経点を当てた。そのため、小さいものや大きいものは発見できなかった。未腸管または旅に入ると、力士は下流に入ります。彼らは従います。水、酸素、溶氧素药。2023年、心臓手術を受けた15人の患者から採取された人心臓サンプルが初めて研究された。研究者たちはマイクロプラスチックを発見した。血液は臓器が機能するために必要な要素を銀搬するため、プラスチック力士はこれを利用して潜り込んでくる。臓器を守るはずの天然のバリアを通り抜けるのだ。そして、どこでも見つけることができるだろう。この最新の合成は、霊子がすべての重要な臓器に解くことを示している。今のところ、臓器に入り込んだ歴史を取り除く方法はかかなたらない。したがって、この母線は不可逆的と言える。つまり、呼吸すればするほど、飲めば飲むほど、食べれば食べるほど、臓器は粒子でいっぱいになるのだ。もちろん、その一歩は変や鳥として出てくる。しかし、臓器がこの母線を組織できるという保証はありません。その逆も揺れません。臓器が利子で完全に満たされるとは限らない。しかし気をつけよう。知識不足は私たちに警戒心を要求する。プラスチックが発明されるはるか以前まで遡れば、誰も暴露などしていない。そしてグローバル生産が物を生み出し始めた。製造、使用、抹香、売緑地やその他の場所での保管の間に
短編化のプロセスが始まっている可能性がある。こうして最初のプラスチック粒子が自然を汚染し始め、その結果、重要な資源やおそらく近くに住む人々をも汚染し始めた。今日、忍耐臓器の無線が本当にいつ始まったのかを知ることは難しい。このレチティシロの領域が1980年までに生産されたプラスチックの量を表すとします。これはその日に環境に使われた歴史の量の推定値として見ることができます。処却されたプラスチックを無視すると、この面積はそこに住む人々がその年にさらされたプラスチックの量を表すことができます。これをハイブリと呼ぼう。40年後、私たちは地球全体が影響を受け、おそらく世界人口全体が影響を受けていることをよく知っています。食べ物、飲み物、空気、人間の臓器に関わるあらゆる研究が、この無線が世界的な大流形であることを証明している。したがって、巨圏の下の黄色の領域は、今日人間が没力される没力力の推定値を表します。もちろん、この倍振りは地域やライフスタイルによって異なる。しかし、全体的に見れば、この割合は1980年の10倍である。さらに悪いことに、私たちが何もしなければ、最低比振りはすぐに55倍以上になるだろう。もし、私たちがプラスチックの生産をオデフに制限しなければ、将来の時代が歴史にさらされる割合がどの程度になるかは想像にお任せする。さて、3つ目の論点だ。健康に不可逆的な影響を与える。被爆の割合は年悪化している。しかし、この無線によってどのような病気が発症するかはわからない。そして何よりも病気にならないか、明日なのか、来年なのか、10年後なのか、それとも一生なのか、それはわからない。一方、マイクロプラスチックやナノプラスチットスクが人のさまざまな臓器系に及ぼす全在的な影響もある。この言葉は最近の創設のタイトルである。いくつかの要素を見てみよう。掲示システムだ。人間に関する情報はまだ限られている。この記事では胎盤とメコニウムに関する有名な研究について触れている。研究者たちはこうも指摘している。プラスチックは経腸細胞に浸透し、外形構造、強固の増殖と生存、経腸の成長に影響を与える可能性がある。また、次のような用語も見られる。CC 度性、経腸及び卵巢障害、ホルモン変化、位置に関する問題、妊娠率と排泄の検証。いくつの場合、プラスチックを扱い込むと呼吸器の健康に影響を及ぼす可能性があることを著者は指摘している。そのメカニズムには次のような名前がついている。酸化ストレス、炎症反応、消壁バリアの破壊。細胞丝、組織損傷、呼吸器疾患。腸内では、と著者は説明する。プラスチックにさらされると、代謝や免疫保護、病気へのかかりやすさに不可燃な微生物樹に減少や破壊を引き起こす可能性がある。中枢神経系では、プラスチックへの暴露は細胞に損傷を与え、神経細胞障害への脆弱性を高める可能性がある。具体的には、プラスチックへの暴露は、2つの生化学的分子に影響を与えることで、中枢神経系に影響を及ぼす可能性がある。ウェイアミノラク酸とグルタミン酸である。しかし、この2つの分子の代謝は密接に結びついている。この2つのバランスが崩れると、大きな健康問題を引き起こす可能性がある。ガアミノラク酸は中枢神経萎縮である。グルタミン酸は最も重要な興奮後神経伝達物質である。したがって、脳の機能的安定は、これら2つの神経伝達物質のバランスの結果である。脳が動く速度、会話、学習、短期記憶、長期記憶に重要な役割を果たす。ガンマアミノラク酸が最適であれば、日常的な課題にも適切に対応できる。これが低いと、例えば神経質になったり、イライラしたり、空腹を感じたりする。最後に、
アポートシスによる細胞私は、この創設で繰り返し取り上げられるテーマである。この細胞自殺については、前回のビデオで詳しく説明した。そのため、プラスチックが健康に有害な影響を及ぼす可能性があることを示す証拠がますます増えている。しかし、その根底にあるメカニズムはまだ解明されていない。この論文では、観察研究が必要であると結論付けている。そのため研究者たちは、プラスチックによって損傷を受けた臓器を観察できるようになるのを待ってから理解を深めようとしている。彼らに選択の余地はない。しかし、彼らは何を見つけるのだろうか？良性疾患、障害性疾患、致命的疾患。私の観点からは、最初の患者が病気になるまで待ってから行動を起こすのは得策ではありません。もう手遅れかもしれません。だからこそ、私は理性に訴えるのだ。取り返しのつかないことにならないようにね。人類は無意識のうちに、取り返しのつかない結果を生きかねない世界的危機に向かっているようだ。実際体をプラスチックで無線すると公式に危険な状態になる。プラスチックで病気になるとき、あるいはプラスチックのせいで私たちの何人かが死ぬかもしれない。どうやって自分を守るのか。重要な資源はすでに無線されている。毎日少しずつ無線されているのだろう。そして、この苦戦は完全にコントロール不能だ。重要な資源を守るために原理を尽くすことが不可欠だ。私たちのために、そして未来の時代のために、私たちは用心深く取り返しのつかないダメージを避ける必要がある。そのためには、社会のモデルを根本的に変える必要がある。もはや包装材やプラスチック製品を大量に消費する余裕はない。だからこそ私はプラスチック無前の目に見えない危険性を認識するよう世界中のすべての市民に与えているのだ。そして私はこの知識を広く共有するよう世界のすべての市民に呼びかける。この知識を次の人々に聞いてもらうことが緊急に必要です。医療従事者だ。私有化学の事業家たち、プラスチック販売業者だ。友好的なインフルエンサーたち、研究者たちだ。教師たちだ。ジャーナリストだ。エコ哲学者たち、あるいは政治的な意思決定者たちだ。これらの人々には取り返しのつかない実態が起こるリスクを低減するための力と責任がある。そして彼ら自身が直面している危険を知るまではそれを実行することはないだろう。そしてこれらの危険は彼らの家族、友人、同僚をも脅かす。どこにいてもだ。社会経済状況がどうであれだ。誰であろうとだ。あなたは常にプラスチック無前にさらされている。空気、図、そして食べるものすべてだ。この露出を抑えるための奇跡的な解決策はまだない。一方、私たちの壁不良は既存のプラスチック在庫に比例する。プラスチック廃棄物だけでなく、私たちが使用したり身につけたりしているプラスチックについても話している。そして、このプラスチックの在庫は世界の生産量に直接依存している。取り返しのつかないダメージを避けるためには、この生産量を緊急に見切らす必要がある。しかし、どれほどの差があるのだろうか。4分の1だ。3分の1。2分の13分の24分の3だ。全部だ。本当のところは誰にもわからない。しかし、警戒すべきではないだろうか。そこで私は世界のすべての市民と同様にあなたにも購買力を軽視するよう呼びかける。あなたには必要でないプラスチック製品をすぐに手放す力がある。その多くがなくても簡単にできる。詳しくは前回のビデオを見てほしい。しかも生産量をはねらすためには私たちの多くが行動を起こす必要がある。このアピールをもってこの言葉を広めていただきたい。この公害の危険性についてぜひ広めていただきたい。面白い話題でないことは分かっているし、雰囲気を壊さずに話すのは簡単なことでもない。しかし私たちに選択の余地はない。知識は一度きりのものであり、できるだけ広く流通させることが不可欠だ。あなたがよく利用するすべてのソーシャルネットワークで最も簡単な方法はこのビデオを共有することだ。
もし私たち全員がすぐに何かをしなければ、共取りできなくなった時、空気を露刻することができるかもしれない。誰を録にできるかもしれない。しかし、どうやって食品を露刻するのだろうか？センウィチ、炭水化物、脂肪、タンパク質を除去せずに、果物、野菜、動物系食品を所詮するにはどうすればいいのか？今のところ、どうすればそれができるのかわからない。質問がある場合、またはこのビデオが面白かった場合は、コメントを残してほしい。ありがとう。我々はダチョウではないのだから、理性が目を開かせるのだ。